こんにちは、山木屋の中村です。今日は大工の基礎を学ぶの、建築概論の、日本建築における単位、ここの、お話をしたいと思います。日本建築を学ぶ上で登場する単位が3つあります。で、1つはメートル法で、もう1つが借款法、あと畳の1畳2畳というものですね。というのが登場していきます。でまずメートル法なんですけども、これはもう学校教育で教えてもらう今普通に日常で使っているメートル法です。1メートル ×1 メートルが1平米になりますよというものです。でこれ1メートルって何で決まってるかっていうと、北極から赤道ですねのこの周の長さを、1000万分の1で割ったのが1メートルというものになっているそうです。でそれに対して、この借款法で、借款法は日本独自の単位で、体を基準にして作られています。例えば一尺っていうものが、30センチなんですけど、約ここの腕の長さを、一尺というふうにしていると言われています。これも諸説あるらしいんですが、よく言われるのはここの長さが基準ですよというふうに言われています。はい、でもう一つが1畳2畳で、これは実は借款法ではなくて、あくまでも商品の大きさの話なんですよ。商品の話なんですよ。で、借款法で作られた家一部屋に何枚畳が入るかっていう話なんですよね。でもこれは借款法で作られてるんですごく相性がいいですよと。覚えていただきたいのは畳2枚で1坪です。なので畳とコンパネ同じサイズなんですけど、大体で、コンパネ2枚分で1坪ですよっていう感じですね。この借款法、その日本建築を学ぶって言った時に借款法が登場するっていうことで、大体の方がこの借款法嫌いになるんですよ。なんだよっていう、このメートルで統一すればいいじゃんみたいな風になるんですよ。でも別に借款法が悪いわけじゃないんですよ。借款法は別に悪い子じゃないんですよ。でこの家を建てますよって言った時に地球単位で赤道からの距離で割ったもので作るよりも、人間の体を基準で作った単位で作った方が設計もしやすいし、作りやすいし、過ごすのも過ごしやすい。人間の体を基準にしているので、だから今なお使われていると。だからその畳でいうと立って半畳寝て1畳とかもそうですよね。この体のサイズを基準にして作っているので、部屋のサイズも6畳とかっていうふうになるとすごく分かりやすいし、すごく使いやすいです。だから旧体制が出しゃばってて改革が進まないとか、もう現場の職人が頑固だから改革が進まないんだみたいな、そういう悪者じゃないんですよ。いいから使われてるんです。でもちろん今までその借款法が使われてたからとか、あと道具とかそういったいろんなものが借款法だからっていうのももちろんあると思います。でもそれ以上にやっぱりすごくいいものなんですよ。理にかなってるんです。だから借款法が使われていると。はい、なので借款法を嫌いにならないであげてください。はい、でメートルに関してはもう学ぶ必要はないと思うので、借款法のお話をしたいと思います。はい、で借款法、日本独自のこの借款法っていう単位が、4つのカテゴリーがあります。で長さ、面積、体積、質量です。で大工が覚えないといけないのはこの中の2つだけです。長さと面積です。あと体積と質量というのは別に覚える必要はありません。でちなみにで言うと体積はお酒の話です。1合とか1升瓶とかっていう話であって、重さで言うと原能の重さがよくホームセンターで売られているものが 375g っていう原能があるんですけど、それ100問目っていう1問目っていう単位を基準にした原能の重さです。だからやたら半端じゃないですか。その 375g って何みたいな感じなんですけど、あれは問目から来てるという感じですね。でも基本的に使うのそれぐらいですね。はい、だから長さと面積を覚えてください。で長さと面積もすごい長い話は覚える必要がなくて、覚えるのはこれだけです。1軒が6尺ですよっていう、ここだけがちょっとイレギュラーなんですけど、1軒は6尺です。メートルでいうと1818です。はい、で次の1尺以降は基本的に10分の1ずつちっちゃくなってきます。で1尺は先ほど言ったこの30センチ腕の長さの300
303ミリですね。でこれが10分の1になると1寸になります。でこれ1寸法師ですね。1寸法師でこれは1寸法師3センチだったんですよね。で実は金消しがだいたい4センチなんで金消しよりやや小さいっていう本当にちっちゃいんですよ。めちゃくちゃちっちゃいなっていう感じです。はい、でこれは1寸です。1寸も10分の1になると1部になります。で1部がさらに10分の1になって1輪になります。で1輪が 0.3 ミリです。であと面積ですね。面積はもう一つだけです。一坪だけ覚えてもらえば大丈夫です。あとそれ以上に単とかなんか長とかあるんですけどそれも覚える必要ありません。畳2枚で1坪で1坪は6尺 ×6 尺メートルでいうと 1818×1818 が1坪になりますっていうこれだけ覚えてもらえれば大丈夫です。はい、借款法は基本これだけです覚えるのは。でじゃあ借款法をどうやって使っていくかっていう話なんですけど借款法と、メートル法はこう外国語に近いなっていうふうに思っています。でパターンは3つあります。で母国語がメートルだよっていう人と、母国語が借款法だよっていう人とバイリンガルっていう、3つのタイプの人が日本人の中でもいるんですね。で僕40ですけど、借款法は全然知らなかったですね。で基本母国語はメートルです。はい、でも年配の方だと母国語が借款法という方もいるんですよ。だからメートル後から来たからあんまりよく分かんないっていう方もいます。であとバイリンガルっていうのが親からは借款法を教えてもらってたけど学校教育でメートルが刺さってきたみたいないうような感じで、両方とも普通に分かるっていう方もいます。で、僕みたいにあとこれちょっと地域差あると思うんですけどどこまで借款法を使っててどこまで求められるかっていうところが基本的に、北海道とかだとメートルで測ってメートルで切るんですよ。なので現場でも基本的に、母国語はメートルです。ただ第二外国語として借款法が使われるという感じなんですよね。なので、第二外国語というかそうですね、よく使うものだけ覚えておけばいいっていう感じですね。よく使う単語だけパッと出てくればよくてあと細かいものになったら計算すればいいっていう感じです。これは地域差あるので、その地域で必要になるんだったら、バイリンガルを目指さないといけないですけどもそうですね僕とかだったらメートルが主で、ちょっと単語を覚える程度で大丈夫です。はい、で頭の中で計算するっていう話でいうと例えば、戦国武将の前田慶次、彼が、六尺五寸の大男っていうことだったらしいんですよ。で六尺五寸って言われても僕も全然パッと頭に浮かばないです。でも6尺が1820で5寸は3×5で150ミリで足したら、1970ぐらいっていうふうに頭の中で計算するんですね。なので6尺とかよく使うものはパッと出てくる。で、5寸もパッと出てくるっちゃ出てきますけど分かんなかったら頭の中で3かければ大体の長さが出るので、それで大体のサイズが分かるみたいな感じで使ってみます。はい、でじゃあよく使うものを覚えましょうというところで、まず日本建築は、三尺900棟を基本グリッドとして、放射状といいますか、その900棟の四角いマスをいっぱい並べて、設計や施工がされています。なのでこの900棟ピッチで長さを覚えておけば大丈夫です。まずこれを覚えてください。三尺単位で覚えてください。であとメートルで扱う時は900三尺は、909が正確なんですけど900等で扱います。なので6尺も1818じゃなくて1820ですねっていうふうに扱います。はい、で、なので、この900等グリッドですよと。で補助線的に455っていうラインもあるので基本単位の900等と半分の455をまず覚えます。でそれ以降は900等ピッチで長さを覚えていくと。なので6尺9尺12尺でずっとあって24尺24尺、4件ですねがいくらかっていうのを、大体頭に覚えておく。使ってるうちにだんだん体に染みついてくるんですけど、それを覚えておけば大丈夫です。
であと材料のサイズを覚えてください。で、まずよく使う柱が、三寸角で、これは三寸なのでサザンガ級で 90mm。あと三寸五分で、これ一番使うんですけど、105ですね。105角です。三寸の90足す五分の 15mm 足して105っていう単位ですね。あと4寸角が120、5寸角が355で150です。でこれが柱でよく使われる単位。あと針とかもそうですね。5寸針って言ったら105の、この高さが5寸なので150とか、なんかそういうような感じになっています。あと面材で言うと、一番よく使うサブロク板っていうコンパネとか石膏ボードとか、ああいうものが 1820×900 等です。これがサブロク板です。なので3尺の6尺っていう意味ですね。でそれを、それ以外にも3八板で3尺の8尺、3九板3等板っていうのもあります。あと4八板っていうのが一番でかいんですけど、4尺の8尺というのがあります。はい、なのでまずこの辺、このサイズの、よく使う材料のもの3尺と6尺だと、3八3九3等で4八板みたいな感じの、長さを覚えておいていただければすごく現場でもやりやすいかなというふうに思います。なのでまずはこの辺りを覚えていただければと思います。基本的にはその体の単位で、体を基準に作っている単位なので、すごく建物を作る上ではすごく扱いやすい、すごくいい単位なんです。なので嫌わないであげてください。で覚えることもそんなに多くないと思うのでこれを一回なんか頭の中にさらっと入れておくだけでも、あとだんだん体に使っていくうちにだんだん染みついてきますから。で基本的なこの仕組みさえちょっと理解しておいていただければ覚えやすいですし、応用も効くかなというふうに思います。はい、では以上になります。ありがとうございました。